おはようございます。僕は今福岡県八女市に来ています。八女といったらやっぱり八女茶。後ろをご覧ください。一面の茶畑。いやー気持ちがいいですね。この場所は八女中央茶園、福岡を代表するブランド茶八女茶の一大生産地です。この茶畑、緩やかな丘にあるんですが、遠くの方には有明海も見えますね。いやー大パノラマです。八女市は福岡県の南部にある町で、人口はおよそ5万6千人。全国有数のお茶どころとして知られていますが、実は今世界からも注目されているんです。昨年2025年の秋には八女市を訪れた外国人観光客数が大きく増加し、その増加率が全国の市町村で1位になったそうです。その背景にあると言われているのが世界的な抹茶ブームなんだそうです。ということで今回はそんなお茶どころ八女市を観光していきます。いやー気持ちがいい。この茶畑を一望できる場所にはこういったカフェもありますね。今は朝なのでまだ開店してませんが、茶畑を見ながらお茶をすることもできます。まず最初に八女市の中心エリアにやってきました。ここには八女匠の門、大きな石の灯籠のオブジェがありますね。そしてその目の前には観光物産展があります。でここには伝統工芸館、民族資料館、手すき和紙資料館というのが並んでいます。ここで八女市の文化について学べるので、早速見学していきます。まずは伝統工芸館から。中に入ると目に飛び込んでくるのが日本一の大型金仏壇。地元の職人たちが1年がかりで作り上げたもので、材料費はなんと3500万円。ご覧の通り豪華絢爛です。八女というとやっぱりお茶のイメージが強いですが、実は昔からさまざまな手仕事が受け継がれてきた伝統工芸の町でもあります。その代表が国の伝統的工芸品にも指定されている八女福島仏壇と八女提灯です。八女福島仏壇は仏殿や楼閣を模したスタイルで、漆塗りや金箔など華やかな装飾が特徴の仏壇です。八女提灯は和紙と竹ひごを使って作られ、日本を代表する盆提灯の産地としても知られています。ちょうどこの時は新作の盆提灯が展示されていました。提灯見ると夏、お盆って感じがしますね。八女の伝統工芸はこれだけではありません。八女手すき和紙、八女石灯籠、八女輪駒、八女屋、竹細工などさまざまな手仕事が今も受け継がれています。こんな感じで大きい提灯が2つ飾られていて、1階にはあの大きな仏壇と八女市の伝統工芸品が飾られています。そして2階に上がってくると、初めての仏壇展っていう常設展示をやってますね。伝統工芸館の2階には常設展示のブースがあります。こちらでは八女の工芸品についてさらに詳しく、その歴史や制作工程、実際に作られた作品などを見ることができます。この八女福島には仏壇屋さんがすごいいっぱいありますね。そして隣には八女民族資料館も併設しています。民族資料館には八女市に伝わるさまざまな民族文化財が展示されています。中でも目を引くのが八女福島の灯籠人形。国の重要無形民族文化財に指定されているからくり人形芝居です。館内にはその舞台を原寸大で再現した展示があります。毎年9月、福島八幡宮の奉納行事として上演され、2階建て3層構造の大きな屋台を舞台にからくり人形が優美に舞い踊ります。これも見てみたいな。このからくりの仕掛けはこういう風になってるんですね。内部の構造は。このからくり人形はこうやって下から動かしてるんですね。すごいな。続いて手すき和紙資料館へ。こちらでは
和紙の製造工程を学んだり、実際に和紙作りを体験することができます。こんな感じでここで作業されています。和紙の代表的な原料は楮、三つ股、雁皮。それぞれ色合いや光沢、繊維の質感にも違いがあって見比べてみると面白いです。こういった和紙を使ったメッセージカードとかも売ってますね。和紙のしおりとかも販売してます。のし袋とかも和紙でできてます。かわいい。民族資料館と手すき和紙資料館見てきました。いや、めっちゃ面白かったですね。いや、八女市がこんなに伝統工芸品の多いところだとは知りませんでした。いや、本当に多くの手仕事で溢れてますね。いや、すごいわ。あと以前に熊本の山鹿市に行った時に伝統工芸品の山鹿灯籠を見たんですが、あれが和紙と糊だけでできてるんですよね。でその山鹿灯籠に使われている和紙がこの八女市で手すきされて作られてるんですよね。なので見てみたかったんですよ。いや、来られて嬉しいです。ちょうど高校生の団体が勉強しに来てて、手すきの和紙の体験とかやってましたね。この資料館が集まったエリア、めっちゃ面白かったですね。八女市の文化についてすごく詳しく知ることができました。観光の最初にはちょうど良かったと思います。さて、次に進みます。さっきの観光案内所のエリアからちょっと歩いたところにある八女福島のエリアにやってきました。まず最初にやってきたのが福島八幡宮です。さっき資料館で見学した八女福島の灯籠人形がこの福島八幡宮の境内の中で上演されます。毎年9月ですかね。もう今年のやつがセットされてますね。いや、実物はこんな感じなんですね。すごい。いや、これから9月に向けてこの屋台をセッティングしていくわけですもんね。いや、この暑い中大変でしょうね。このセットの反対側は石垣になってます。で、みんなここに並んで見るんですかね。ちょっと見てみたいな。狛犬がなんか柴犬みたいで可愛い。福島八幡宮は古くから地域の氏神として親しまれてきた神社です。この辺りはかつて福島城の城下町として栄えていました。近年はペット祈願や地元の切り絵作家とコラボした需要品など新しい取り組みにも力を入れています。今回は会えませんでしたが、シロちゃんという豆柴の看板犬もいるそうで、マスコットキャラクターまで作られています。歴史ある伝統を守りながら今の時代に合った工夫も感じられる神社でした。こんな感じで福島八幡宮の隣にはかつての福島城のお堀の名残がありますね。いや、本当に城下町だったんだなっていうのが伝わりますね。八女市横町町屋交流館っていうのがありました。ここには八女茶のカフェがありますね。で、その向かい側には古民家風の建物で、なんか休憩スペースですかね。和室にテーブルが並んでます。交流スペースですね。で、2階はミーティングスペースになってて、ライブラリーとかがあってカフェがある。で、先を抜けるとこういったオープンスペースがあります。いやー、ちょっと暑くて外にはいられないわ。ここは八女福島の白壁の町並みっていうところで、国の重点圏にも登録されています。通り沿いには江戸時代から昭和初期に建てられた白壁の町並みが数多く残っています。この辺りはかつて福島城の城下町として発展して、その後は商人とか職人の町として栄えた町だそうです。この椅子とかテーブルもすごいちゃんとしてますね。いい交流スペースですね。白壁の町並みからちょっと進んでやってきました。これ見てください。鳥居の中に市場があるんです。
こんな感じでその境内の中にこの市場があるんです。飲み屋街に隣接する形で楼門があるんですよ。めっちゃ面白いですよね。土橋八幡宮の境内にある土橋市場。戦後この辺りには闇市が点在していたそうです。それらを整理するため、地元の有力者だった映画館のオーナーが神社側と交渉し、境内に露店を集めたのがこの市場の始まりとされています。その後は飲食店やスナックが並ぶ場所として賑わいましたが、時代の変化とともに少しずつその活気も失われていきました。そんな中近年、昔ながらの昭和の雰囲気に惹かれた若い世代が出店するようになり、今ではレトロな雰囲気を残しながら新しいお店が並ぶ面白いエリアになっています。今は昼間なのでここはどこもやっていませんが、夜になるとまた雰囲気も変わりそうですね。いや、夜の雰囲気も見てみたいですね。ということで八女市の中心部のエリアを観光してきました。なかなか面白かったですね。それにしても夏の観光、街歩きはなかなかしんどいですね。ちょうど今12時ぐらいなので、歩いてお腹も空いたのでお昼を食べに行こうと思います。市内の中心部から車で25分ぐらいかけて山の方にやってきました。今回お昼を食べるのはこちらです。そばどころ中島。このお店、県外からもお客さんが多く訪れる人気店です。メニューはこんな感じです。今回は盛りそばと天ぷら盛り合わせがセットになった天盛りそばを注文しました。幻のそばとも言われる長野県飯山市の富倉そばを味わうことができます。長野県産のそば粉をほぼ10割使い、つなぎにはオヤマボクチという植物の葉から取った繊維を使うのが特徴です。この製法、かなり手間がかかるそうで、その分そばの香りがしっかりしていてコシも強め、喉越しも良くて美味しいんです。いやー、最高ですね。めっちゃ美味しかったです。目の前にちょっとした窓があるんですが、そこから見える緑もめっちゃいいんですよね。中島さんでそば食べてきました。ちょうどいいタイミングで入れたので並んではいなかったんですが、すごい美味しかったです。そしてこのロケーションですよ。見てください、この田園風景。このロケーションでそば食べられただけでもかなりの満足感があります。そしてこれからさらに山の方に進んで星野村というところに向かいます。昼ご飯を食べたエリアからさらに山の方に進んで広内ウェーバルという地域にやってきました。地図で見ると八女の市街地がこの辺りで、こう山の方を進んでいって、この辺にさっきの蕎麦屋さんがありました。でさらに進んで今ここですね。この場所はこんな感じで峠の休憩場所みたいになってますね。で自販機もあってトイレもありますね。でここが美しい棚田の展望台になってるんです。星野村石積みの棚田。おー、綺麗ですね。いやー、綺麗に積み重なった棚田ですね。まさに夏っていう景色。いい景色ですね。この棚田はこの辺の住宅の人たちが管理してるんですかね。すごいな。でもこういう地域の人々とか生活が見える文化的景観が残ってるのっていいですよね。いや、癒されました。さらに先に進んでいきます。続いてさらに山の上にやってきました。室山熊野神社っていうところですね。さっきの棚田がこの辺で、さらに奥の方のここです。室山熊野神社。なんでもここは八女市で一番のパワースポットらしいです。さあちょっと山を登る感じになりますが、行きましょう。虫の声がすごいね。こんな感じですごい自然の中にあります。参道がまっすぐ伸びてて、
荘厳な感じがしますね。階段は全部で365段あるそうです。いやー、もう食後の運動として頑張って登ります。うわ、すごいね、ここも。いや、見てこれ、岩が、降ってきそうな岩がそびえ立ってます。かつての修験道の修行場だったそうで、それが本当に伝わる、なんていうか荘厳さがありますね。ケフォギ岩、穴が開いた岩が現れました。で、狛犬が鎮座しています。いや、このケフォギ岩すごいね。めっちゃいいな。ケフォギ岩を抜けると石のアーチ橋があって池があって、いや、これはすごいですね。来た甲斐ありますね。こんな感じのさらに上に続く階段があります。この石のアーチ橋、手掛けたのは石工の橋本勘五郎。熊本にある日本最大の石造りのアーチ橋、通潤橋を作ったことでも知られる人物です。いや、すごいね。いやー、これは立派ですね。焦った。一瞬あれが巨大な蜂の巣に見えましたが、木のコブですね。さあ、戻ってきました。いやー、めっちゃ良かったです。いや、本当になんかアニメとか漫画の主人公が修行しに行く道場みたいな感じの場所でしたね。いやー、すごかった。ただこの時期に行くにはちょっと暑すぎるのと、虫がめちゃくちゃいるので、虫が苦手な人はちょっと厳しいかもしれないですね。全身汗まみれになりましたけど、いや、すごくいい体験でした。さて次はお茶を学びに行こうと思います。左方向です。続いて目的地です。さあ、続いてやってきたのは茶の文化館です。ここではお茶について学んだり体験したりできる施設になっています。この外観だけ見ると九州国立博物館のミニバージョンって感じがしますね。星野村は八女市の中心地からも結構距離があるので、ご覧の通り山間部です。いいね。まずは意外と知らないお茶の基本から見ていきます。緑茶や紅茶、ほうじ茶、ウーロン茶など普段よく目にする様々なお茶、実はこれらはすべて茶の木という同じ植物の葉から作られています。そしてここ八女市を代表するのが緑茶のブランド八女茶。緑茶にもいろいろな種類がありますが、ここでは普段よく飲まれる煎茶と抹茶の原料にある天茶を見てみます。どちらも同じ茶の木から作られますが、育て方や製造方法が異なります。煎茶は摘んだ茶葉を蒸して揉みながら乾燥させたもの。一方の天茶は収穫前に日光を遮って栽培し、蒸した茶葉を揉まずに乾燥させます。この天茶を細かくひいたものが抹茶です。そして今、世界的な抹茶人気を背景に、八女でも煎茶から天茶へシフトする生産者が増えています。その影響で煎茶の供給が減り、価格も上昇。一方で、この抹茶人気をきっかけに、八女茶を世界へ広げる取り組みも進んでいます。で、位置関係はこんな感じです。売店があって、体験コーナーがあって、喫茶店があるって感じですね。喫茶店ではこういったスイーツとか八女茶を使ったグルメが楽しめるそうです。体験コーナーでは手もみ緑茶作りと石臼抹茶引き体験、ブレンドほうじ茶作りなどができますね。ここで石臼の抹茶引き体験ができます。あ、いい香り。すごいいい香りです。あ、いい香りですよ。はい、すでに。お皿を乗せて1秒間に1回転ぐらいの速さでこの辺りを持って回されてください。結構重量感ありますね。1秒間に、あ、すごい。面白い。
りました。またちょっとこちらから出ておりますのでよろしいですか。はい、周りについたやつを落とす。楽しいねこれ。一箇所にはこの辺りに全部まとめて集めてください。そしてこの古池に移すんですね。最後5ミクロンから10ミクロンの大きさがお抹茶ですよってご紹介してますが、こちらで最終工程になります。こうやって抹茶を石臼で引く体験は全国的に見ても珍しいそうです。振動を与えていただくだけで落ちますので、どうぞ。さらに細かくしていきます。こんな感じでどんどんこしていきます。大丈夫ですね。はい。それで何グラムぐらいなんですか。これ先ほどのが2グラムなんですね。ですからまあ2グラムあってほしいって感じ。じゃあどうぞ後ろのお席へ。いただきます。ここで実際に飲むことができます。山盛りの方が美味しく立てれます。2杯は2杯でもですね。山盛り入れたら3分の1ぐらいを入れる。ちょっと入れすぎたか。結構早く、縦にですね、回さずに押し付けない感じで縦方向に押し付けずに回す。もう一回の字を書くような感じでスーッと入れると真ん中が立ちますね。の字に回して引き上げる。ね、はい、大丈夫です。ありがとうございます。でこれを1回2回回していただきます。いやー自分で引いたからっていうのもありますけど美味しいですね。いろんな国から見えます。今日はイギリスでしょ。なんか世界的に抹茶ブームみたいな。今でしょ。お家元の方たちも必死で何か確保お届けするのにお茶屋さんを確保しながらお届けになってる感じですね。海外で抹茶ブームが来てるから、もともとその煎茶日本人いっぱい飲んでるんだけど、今抹茶需要の方が高まってるみたいな。そうなんです。ですからどうしても高く売れるでしょう。ですからこのブームに乗っかって設備投資をしてあるお茶屋さんもたくさんあられるんですけど、なかなか難しさもあるかもというようなね懸念もありますね。やっぱりそのお茶のイメージが最初強かったんですけど、伝統工芸館行ったら、いやすごいなと思って。そうなんですよ。建築がご興味とおっしゃったけど、この焼き物は焼く窯をイメージした建物なんですね。すごいいい建物ですからね。なんかちょっとまたこちらとは違う美しさといいますか楽しみがありますよ。夕日焼きが有名なんですけどね、苦心して出された夕日の色なんですけど、やはりお茶をいただかれるときはこの湯冷ましが必須ですよね。お湯を冷ますのに。そしてキラキラ光りますでしょ。玉露など注ぐともうキラキラ金色に輝くんですね。この夕日の色ですね。これは電動で動く石臼の抹茶引き機。体験では手で石臼を回しましたが、実際の製造現場ではこうした電動の石臼を使って抹茶が引かれています。星野95基あるんですよ。星野製茶屋さんにはこれが。あ、そうなんですね。すごいです。九州では一番の天茶工場とこのね。いや勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。石臼の抹茶引き体験、いや面白かったですね。受付が3時半までだったんですが、若干時間過ぎてたんですが、なんとかご厚意で体験させてもらえてよかったです。抹茶をやっぱりああやって石臼で引いて、それを実際に飲むっていう体験はなかなかできないですよね。やっぱり海外の観光客の方が結構多いらしくて、今日だけでも北欧とかイギリスとか韓国とかいろんな国から来てるって言ってましたね。日本人だからこそ経験できてよかったなと思います。体験のスタッフの方もめちゃめちゃ優しくて、本当に親切に教えてくださってかなり勉強になりましたね。こんな感じでここで体験することができます。いやめっちゃ面白かったですね。お土産にお菓子を買いました。
星野村特製のまんじゅうですかね。茶の文化館限定のお茶の羊羹ですね。アイスも結構抹茶アイスとかいっぱいあったんですけど、ブラックモンブランの抹茶黒糖味があって買っちゃいました。これスーパーとかで売ってるの見たことないですね。いただきます。美味しい。ブラックモンブランの中身がバニラじゃなくて抹茶になってて、で中に黒糖の甘い蜜も入ってます。いや、これスーパーで販売してほしいですね。で、今日なんですが、この星野村に泊まります。この星野村は名前に星ってつくように、もう星が綺麗なところなんですよね。この近くに天文台があるんですが、そこが宿泊できるんですよ。なので今日の夜は星を見ます。今時間が5時で、もうチェックインできるので宿に向かいます。茶の文化館のすぐ裏手にある星の文化館にやってきました。いやー、景色もいいですね。本当に山の中。そして今日はこの天気、なかなかいいんじゃない？これは星が見えそうだ。早速チェックインしていきます。というわけで無事にチェックインしました。いや、部屋がめっちゃいいですね。いや、思ったよりめっちゃ広いですね。ベッドが2つあって、でソファーと机があって、でこの大きな窓からは景色が一望できますよ。この景色めっちゃいいですね。テンション上がる。カレンダーも宇宙のカレンダーです。でこっちには星座のマップがあります。洗面スペースもついてて、浴室もあります。この場所は星と泊まれる天文台っていうことで、普通の天文観測の施設としてもやっているんですけど、それ以外に宿泊施設としても利用できます。それが結構全国的にも珍しいらしいんですよね。ここに宿泊すればプラネタリウムと天文観測室、それぞれ宿泊者限定の少ない人数でゆったりと楽しむことができるのでいいですね。でこの部屋にもさっき紹介したようにすごく景色のいい浴室もあるんですけど、でここに宿泊すると特典でこの近くにある温泉館キララっていうところの温泉を利用できます。なので夜までに温泉と食事を済ませておく必要があります。で食事に関してはこの星野村はレストランが早く閉まっちゃうので夜は食べるところがないんですよね。なので市内とかコンビニとかでお弁当を買ってここで持ち込んで食べるっていう形がスタンダードらしいです。で僕はまだ弁当も買ってないので、これから温泉入りに行って弁当を買って戻ってきます。いやでもすでにめっちゃ満足してます。まだ星見てないんですけど、プラネタリウムと天体観測は撮影ができないので多分説明って感じになると思うんですが、でそれが終わった後に深夜になって屋上が開放されて星を観測できるので、それも楽しみですね。なんとか星の写真撮れたら撮りたいなと思います。いや今日もめちゃくちゃ暑くてたくさん汗かいたんで温泉入りに行きます。本当に何回も同じこと言いますけど、ロケーションが本当素晴らしい。いや楽しみだな。というわけでやってきました。星の温泉館キララです。いいね。休憩所にはセブンティーンアイスとか自販機、あとは大広間で休めますね。広々してていいですね。ここには家族風呂もあるらしいですね。じゃあ温泉入ってきます。温泉入ってきました。いやめっちゃ良かったですね。貸し切りでした。星野村が町から結構離れた場所にあって、そもそもここまで来る人がそこまで多くはないと思うんですよね。この広い休憩室を見て分かる通り、本当誰もいないです。いやめっちゃ気持ちよかったな。でも阿蘇ミルク牧場の阿蘇の雫ミルクコーヒーがあったので買いました。美味しい。本当に繰り返し言うんですけど、ロケーションがマジでいい。温泉もかなりシンプルで、内湯と露天風呂があるだけなんですが、窓がめちゃくちゃでかくて、でその窓の向こうに星野村の山が見えるんですけど、それが本当に美しかったですね。
絵を見てるような景色を見ながら温泉に入ってすごくリラックスできました。で周りはもうセミの声しか聞こえなくて、トンボが結構無数に飛んでて、でその先には山があって日が沈もうとしてて、いやなんかもう浸っちゃいましたね。ちょっと暑すぎてセブンティーンアイスも買いました。マジでいいっすねここ。いやもうすでにまた来たくなってますね。で今は7時10分です。でこれから近くのコンビニに寄って軽く夕飯を買って、で戻って食べて、でプラネタリウム見て天体観測するっていう感じですね。いやー最高にいい湯でした。今日は半月ですね。綺麗に見えるかな。コンビニで夕飯買ってきました。なんか夜になってきたら結構曇ってきましたね。正直星が見えるか心配なところです。見えるといいな。プラネタリウムと天体観測も楽しめて、そして温泉にも入れて、で結構部屋も広いですし、夜になったら星空を楽しめる。それで1人1万円とかですからね、かなりお得だと思います。多分1人で来てるのは僕だけだと思うんですが、それこそ夏休みに家族と子供を連れてくるにはすごく最適な場所だと思います。星も見れて勉強にもなりますしね。プラネタリウムが始まるまでまだ時間があるので、今日買ったものをサクッと紹介します。まず最初に行った伝統工芸館で和紙のグッズを買いました。かわいい和紙シールと和紙のしおりです。とあと和紙ののし袋です。これらは姪っ子にあげます。で星野村の茶の文化館で買ったお茶のまんじゅう、チャムってやつです。と同じく茶の文化館で買ったお茶の羊羹ですね。抹茶とほうじ茶と柚子。これ食後のデザートで食べようと思ったんですけど、もうお腹いっぱいになっちゃったので、別の動画で差し込みます。時間になったので9時半からのプラネタリウムと天文観測行ってきます。撮影することはできないので後で感想をお伝えします。じゃあ行ってきます。こちらが天文観測室。許可をいただいて写真だけ撮影させてもらいました。星野文化館の天体望遠鏡は九州最大級。この特徴的なカラーリングはガンダムをイメージしているんだそうです。観測ではスタッフの方が星や宇宙について丁寧に解説してくれるので、詳しくなくても十分に天体観測を楽しめました。ということでプラネタリウムと天文観測行ってきました。9時半から始まって11時ぐらいまでたっぷりと楽しみました。最初は家族連れが多いのかなと思ってたんですが、意外にも参加者の9割が大人でした。今日日中は晴れてたんですが、夜になると雲がかかってきちゃって見える星と見えない星がありましたね。ただ夏の大三角とかははっきり見えたので良かったですね。こうやって望遠鏡で見た後に今度はみんなで肉眼で探してみるんですよ。で、見えた見えたってみんなで盛り上がる様子がすごく面白かったですね。参加してるのはみんな知らない人同士なんですが、みんなで同じ星を探して楽しんでいる空間がなんかすごく良かったですね。楽しかったです。で今11時過ぎで若干雲がかかってるんですが星が見えるので、ちょっと星がうまく撮影できるかどうか分かりませんがチャレンジしてみたいと思います。おはようございます。昨日はここ星野文化館に宿泊して星を見ました。いやー良かったですね。夜にかけて曇ってきたんですが、日をまたいだ後から結構晴れてきて無事に見えました。僕が今いるのが宿泊者だけ利用できる
屋上の展望台ですね。昨日の夜はここから星を見ました。星の文化館はこんな感じで、プラネタリウムと天文観測台の2つのドームがあるのが特徴ですね。そして周りはこんな感じです。そして向こうの方に若干星の村の棚田と集落、いやー、朝も美しいですね。気持ちがいいです。このロケーションだからこそ本当に星がはっきり見えました。やっぱ街に住んでるとなかなか光の影響で星ってはっきり見えないじゃないですか。なので久々にすごいくっきり星を見ました。いいものですね。というわけでチェックアウトしました。いやー、泊まりたいと思ってたので泊まれてよかったです。本当は8時半から朝食の弁当がついているプランで持ち込んでいたんですが、あんまりお腹が空いてなかったので朝食はいただかずに早朝チェックアウトさせてもらいました。今日も気持ちよく晴れていて最高の天気です。めっちゃ暑いんですけどね。そして八女市でもう一箇所だけ行きたいところがあるので、そちらへ向かいます。八女市で最後にやってきたのは八女津姫神社です。ここは福岡県の端っこにある矢部村っていうエリアです。なんか福岡県で一番人口が少ないエリアなんだそうです。山奥にあるんですが、駐車場からはすぐ行けます。すごい立派な権現杉が立ってます。階段を上がってすぐ本殿が見えました。ここは八女市の八女という地名の由来になったとされる女神、八女津姫を祀る神社です。およそ1300年の歴史があるとされていて、大きな岩窟の下に立っています。これはすごいね。本当に巨大な岩の下にありますよ。というわけで八女津姫神社行ってきました。もう岩が本当に迫ってくるような感じで神聖な空気が漂ってました。しかも駐車場からめっちゃ近いのでアクセスもしやすくておすすめです。こんな感じですごく綺麗なトイレがあって、もうすぐそこに岩窟と本殿があります。ここまで来るのが結構大変なんですが、来てしまえばすぐアクセスできます。というわけで今回は福岡県八女市を観光しました。いやー、想像以上でしたね。正直八女といえば八女茶のイメージがかなり強くて、来る前はお茶の町っていう印象だったんですが、実際に巡ってみるとお茶だけじゃなくて伝統工芸や歴史ある町並み、自然もあって本当に多様な魅力がある町だなと思いました。しかも夜には星の村で綺麗な星を見ることもできて、夏を満喫できてすごく楽しかったです。この動画が参考になれば嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。